皆さんこんにちは、ガジログです。今回は10月4日火曜日に行われましたシャオミのグローバルローンチイベントで、シャオミのグループであるレドミから新しいタブレットが発表されました。その名もレドミパッドということで、このスペックの方解説を行ってみたいと思います。かねてから噂されていましたけど、待望のタブレットになっています。ちょっと個人的にもかなり気になっているんですけども、一体どんなスペックになっているのでしょうか。ご一緒に見ていきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。まず最初にデザインなんですが、パッと見ですね、もうこの裏面はレドミの数々のスマートフォンの幅を大きくしたっていう感じになりますね。まず最初に第一印象はそこでした。そしてこのカメラ周りのデザインもスマートフォンで採用されているような縦長のスクエア型になっていますね。そして iPad Pro のようなね、このようなデザインになっています。強額縁になっていますので、なかなかかっこいいですよね。そしてカラーリングの情報になりますね。3つのスタイリッシュな色とあります。このミントグリーン結構いいですよね。爽やかな感じがしますし、そしてムーンライトシルバー、そして最後にグラファイトグレーということで、3色とも結構いいラインナップになっていると思います。そしてそのボディになりますね。フラッグシップ級のユニボディデザインとあります。エレガントなオールメタルユニボディシャーシとあります。フラットフレーム、対称ベゼルがレドミパッドの外観と感触を素晴らしいものにしますと出ていますが、見た目は本当かっこいいなと思いました。重さに関しましては 445g になっていますので、この辺りはね普通の重さになっています。厚さは 7.05mm というふうにね、なかなか薄くなっています。で、そしてディスプレイに関しましては 90Hz のリフレッシュレートに対応している 2K ディスプレイになっています。この辺りはねやっぱりいいなと思います。そして画面の解像度になりますが 2000×1200 というふうになっていますので 2K に対応しています。この辺りもねまあまあのスペックになっていると思います。そしてスピーカーに関する情報になりますね。ドルビーアトモスがサポートされているクワッドスピーカーと出ていますが、やっぱりいいですよね。横向きで映画とか YouTube とか見てるときにこの綺麗なサウンドで音を聞くということができるのはいいなと思います。やっぱり安いタブレットになりますとスピーカーが1個だったりサイドに2つついているステレオスピーカーと言われているものもありますけどね、横向きにしたときに片方しか音が出てきませんので、やっぱりちょっと違和感あるんですよね。これはやっぱりね、横向きにしたとしても縦向きにしたとしてもしっかりどこからでもステレオサウンドを楽しむことができるようになっています。そしてチップに関してですけども、メディアテック製のヘリオ G99 ということで、フラッグシップの6ナノメートルのプロセスのテクノロジーということになっています。そしてここにね補足になりますけど、レドミーパッドは Wi-Fi をサポートしていますけども、セルラーデータはサポートしていませんと出ていますので、 4G LTE や 5G には対応していませんので Wi-Fi 環境下で使ってくださいということになっています。そしてバッテリーに関する情報ですね。 8000mAh ということになっています。余分な大きなバッテリー容量は一日中毎日サポートを提供し、勉強中でも遊んでも電力不足を解消しますと。 18W の高速充電サポートによりバッテリーの高速充電が可能になり、待ち時間が短縮されますよと出ていますね。 8000mAh あればね結構持つんじゃないかなと思います。スマホではねだいたい 5000mAh がいいところになりますけどね、やっぱりタブレットならではの大容量バッテリーっていうことになっています。そしてここ面白いですね。フォーカスフレームと出ていますね。このフォーカスフレームを使用するとビデオ通話は自動的に被写体を追跡し、フレームを中心にしておくことができますよと出ていますね。つまり反対側が見えなくなることを心配することなく、レドミーパッドを下に置いて自由に動き回ることができますとあります。これはつまりですね、この向き、今横向きになっていますが、真ん中の上部に今カメラがあると思われます。フォーカスフレームということですので、追いかけてくれるっていう機能ですね。これが iPad とかでも最近搭載されてきているわけですが、これも同じような機能がついてきたということになると思います。そしてそのフロントカメラが105度に対応しているウルトラワイドフロントカメラということになっていますね。この真ん中にあるっていうのはいいと思います。さらに画面を分割とありますね。大画面の分割画面ははるかに優れています。すべての情報を1箇所に明確に表示します。画面分割すると画面を切り替えることなくアプリを素早くドラッグ&ドロップできますよと出ていますね。このようにアプリを2つ同時に表示することができるようになっています。このあたりは iPad とかではね当たり前の機能になっていますし、スマートフォンでも画面分割っていうのがついていますので普通の機能かもしれませんが、やっぱり大きなタブレットで画面分割することっていうのは相当意味が高いなと思います。
ではまだ触れていなかった詳細のスペックについても見ていきたいと思います。サイズはこのようになっていますね。高さ、幅、厚さ、そして重量と出ています。そして RAM とストレージに関する情報になりますね。モデルによって違いますけども、メモリ 3GB に対してストレージ 64GB タイプが一番最小構成になっています。そして一番上のモデルになりますと、メモリ 6GB に対してストレージが 128GB という風になっていますので、標準的なスマートフォンのスペックが最上位モデルになっています。とはいえ、このぐらいのスペックがあればなんとかなるのかなっていう感じですね。メモリ 3GB のモデルっていうのはちょっとね、動作的に心配はありますけども、なるべくならね、一番上のこのモデルの方がいい感じがします。そしてメモリの性能に関しましては LPDDR4X という風に標準的なものになっていますし、ストレージに関しましては UFS の 2.2 に対応していますので、最近の 3.1 とかね、そういう高速なものではありません。そして接続と出ていますが、Bluetooth 5.3 という風にね、最新のものに対応していますね。これすごいですね。しかしながら Wi-Fi に関しましては Wi-Fi 5ということで、6には対応していませんでした。そしてパッケージの内容物になりますが、本体とそしてアダプターとありますので充電器だと思います。そして USB ケーブル、また SD カードのイジェクトツールとありますので、SIM ピンのようなものがしっかりついているようです。クイックスタートガイドと保証カードが同梱されているということです。では購入する際にどのページ飛ばされるのか見てみたいと思います。はい、やはりアリエクスプレスのストアに飛ばされました。今回ですね、日本円の価格で今予約注文になっていますが、36,486 円から57,197 円というふうになっています。ストアのクーポンもありますけども、4,400円ほどね、値引きになりますが、もしかしたら一番安いモデルであれば32,000円ぐらいですかね。そのあたりになると思います。このオフィシャルスタンダードを選んで、そしてこの 3GB、64GB のモデルであれば36,486 円になっています。そして一番上のモデルですね、6GB に対して 128GB のモデルであれば46,046 円というふうになっていますので、クーポン適用した場合は約42,000円弱ということになっています。結構ね、やっぱり円安の影響を受けているので、このスペックにしてはちょっとお高めという感じになっています。というわけで今回 Redmi Pad のスペックの方をご紹介しましたけども、いよいよ Redmi からタブレットの方が発売されます。日本市場にもおそらくね、このスペックであれば投入されてくるのかなという気はします。Wi-Fi モデルになりますので、日本語さえ対応していれば導入の方はそんなにね、障壁にならないのかなと思います。ただ価格の方が心配ですね。アリエクスプレスの方で安くても32,000-33,000円ということになりますので、日本に入ってくるとなんだかんだでやっぱ38,000円とかね、39,000円ぐらい、つまり Oppo Pad Air と同じぐらいの価格設定になるのかなっていう感じがします。ガチンコでね、導入してくる可能性も高いですよね。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。